皆さん、こんにちは、アイロンです。今回もよろしくお願いします。鉄子だに、今回は9章を攻略していくだ。前回は外伝を攻略したので、2個前からの続きになります。2個前の動画ではクロムたちがペレジアに攻め込み、事案を解決させながら前進しました。で、今回はペレジア側の視点からスタートだに。黒村を見つけられんもんで報告に来た兵を腹いせに処刑してるだ。残忍さはよくわかるのですが、この処刑には何の意味も生み出さないです。別にこの兵は言い訳とかしてないだけどね。行方不明ってのを伝えただけだら。わからんことをごまかすことなく正直にわからんって言えることはないだよ。ところ変わって、クロム側です。密偵からの知らせで、エメリナの処刑が予定通り実行されることが伝えられました。どうやら攻撃があっても処刑を実行するってのはルフレの読み通りだったみてえだね。そう読みが当たったってことで黒村は自信をつけて結束を強められただ。大丈夫だ。また場面が変わって結構前の暗殺者が出ただね。この人はパート8に出てきたボスです。倒したはずですが、こいつはどうやってもエメリナは死ぬ運命だって知らんやつに報告してった。ところは再度変わってルフレのテントです。ルフレは知らんやつとファウダーとのやりとりを夢として見てたらしいな。なんでだかね。不思議なもんだね。いろいろ場面が変わりましたが、いよいよ出発です。また場面は変わります。ここのカメラアングルの変化すごい好きです。エメリナの処刑場を一望した後、その距離感がわかる視点になるので緊張と絶望を感じる構造になっていると思うからです。そう、なんかな。よくわからんけど。ペレジアの王城がすごい高い場所にあるってのがわかるのは貴重な情報な気がすんね。ずいぶん高いところにあって、戦略上はいいかもしれんけど、アクセスは絶対不便だに。なんだかんだ話してたら、フラビアが斧を投げて処刑を防ぎました。今回も作戦会議をやってまいります。今回のマップはこれだに。注目すべきは緑丸の中立軍と赤丸の敵だね。緑色の方はリベラという僧侶で、金の敵と戦闘しながらクロムに近づいて仲間に加わります。赤色の方はサーレというダークマージで、ペレジアの今の不調を嫌っているのでクロムで説得することで仲間にできます。彼女らを仲間にすることがこの章の重要課題です。はじめのターンはルフレを左下、クロムとロンクーを右下に動かえて対処してくだ。ギュモは基本的に遊撃してくだよ。これら敵の対処が終わったらリベラの方へ駆けつけます。ただし、敵との戦闘具合によってはリベラが危険な場合もあるので、レスキューでリズが救出することも視野に入れましょう。5ターン目で上からはドラゴンナイトの増援が来て、右下の敵も動き出すだ。挟み撃ちで包囲されちまうけんど、ルフレなら上のドラゴンナイトを殲滅できるから攻撃は防げるに。したがって右下の方はクロム、ロンクーティアノで対処していきます。なお、動いてくる敵には先ほどのサーリャもいるので倒さないよう注意しなければならないです。クロムかロンクーが受けに回る必要がありますが、敵からの猛攻にサーリャの魔法が耐えられるかは微妙です。だもんで、この章は敵の攻撃をどれだけ回避できるかの運次第になるだ。そういうこともあるもんで正直、この章がなんで攻略できたかわからんところもあるだよ。FE はやっぱし運ゲーだに。敵の命中率はだいたい 50% くらいなので、当たるか否かがちょうど半分なので余計そう思います。ちなみに敗北回数は2回で、どっちも敵に突っ込みすぎたことが原因だっただ。だもんで今回みたいな街の作戦に出てるだよ。さらに、サーリャは使用可能ユニットです。動画の最後に縛り条件を説明しますのでぜひ確認してください。そういじゃ、実際の攻略の様子見てくだ。はじめは毎度恒例のダブルだに。ルフレとカラムを組ませたら早速出撃です。所定の位置に彼女らを進めます。そういだら残りの集団にリズはリフトと組ませて、ティウムはフェイクと、クロムはフレデリク、ロンクーはソワレと組むだね。そしてクロムとロンクーは作戦通り右側に寄せます。くだらないわ。サーリ
リャが自身の心情を吐露していましたね。内容としては、エメリナやイーリスへの恨みはペレジア世帯にかかった呪いであり、自身の思うところではないというものです。ここで彼女が説得可能ユニットであるとわかるだ。と言っても誰でっていうのはわかんねえな。クロムで説得ができるのですが、彼女のセリフがヒントになってるかは怪しいです。このドラゴンナイトでクロムがレベルアップします。レベルアップ。力が上がったのはいいだね。ただ残りの HP はともかく、幸運とかは評価に困ります。仲間に加わる際に分かりますが、彼もまたエメリナを救うためにイーリスから来た人物です。彼の味方が全滅したった一人で孤軍奮闘していたわけです。一人でここまで戦えるなんて相当な実力だ。彼を実際に運用していくと魔法が育っていくので大魔法職にうってつけの性能をしています。ちなみにカレカレって何度も言ってるけど、リベラはれっきとした男だに、女の子だと思って騙されちゃかんでね。2ターン目の終わりにティアムをレスキューでルフレ側に引き寄せました。ルフレが5ターン目の増援に向けて北上できる余裕がないのではと思ったからです。もともと作戦じゃルフレがリベラの救出と上の増援の対応って2つのことをさせるつもりだっただ。ルフレへの責任が重いもんで、リベラの救出はティアモにも頑張ってもらおうってこんだに。つっても具体的にどうやってティアモを動かすか考えがなかっただね。だもんで長考の末、レスキューでリベラも連れてきただ。レベルアップ。リズがよ成長するのはすごい久々です。実によかったよかっただ。正統派の魔法系の成長はこの動画のリズじゃ珍しいだね。で、結局ルフレとティアモをどうするかだっただね。結論としては、リベラの前に彼女らを壁にすることにしました。というか、それしかないという感じです。普段もそんな甘くないけんど、この辺りは特に投稿者が下手だね。右側はクロムを回復させつつ、残った敵を論風に任せました。ちなみに交渉は大体の地形が砂漠だけんど、黒村がいる右端は平地になってるだよ。だもんで地形の違いを意識しないと思わぬ一撃を食らうかもしれんよ。リベラに HP の減ったダックマージを倒されてしまいました。敵の数が減るのは嬉しいけんど、なんかもったいない気になっちまうだな。そしてまたもや兆候です。カットしていきます。リズを上に動かして、さらにレスキューでルフレを呼んだだ。レスキューは壊れるだけど、後続のレスキューは購入できるもんで問題ないだよ。ルフレはさらに上に動いて1ターン後の増援に備えました。少し気が早いように思えますけど、本末転倒になってるけんど、ティオモはリベラの後ろで傷薬を使っただ。まあリズが上に動いたわけですからね、仕方ないです。リベラが必殺で敵を倒してくれました。打って変わってこの状況では嬉しいです。さっきと言ってること真逆だけんど、ティオモで対応すべき敵が減るのはいいことだに。で、ティオモは残ったアーチャーを倒して、リベラがようやく助けられただよ。増援が来ましたが、いずれもルフレで倒すことができます。レベルアップ。ルフレは前回同様の両成長ですね。この時点で十分強いもんで、別にいいことなしだら。増援を倒していったらもう一度レベルアップしそうです。レベルアップ。今回は防御面だか。ま、安心できるでいいじゃないけ。続々と敵が動きました。集中攻撃を受けないよううまく分散させたいですね。ここの動きだけんど、クロムの隣にリズを置いて、輸送隊からレスキューを取り抱いてからリベラをまた呼ぶだね。リベラは敵の方に優先していくみたいなので、なかなか加入させられていないです。
これでうまくリベラがクロムに話しかけてくれるといいのですが。あとは陣の構築だもんで敵ターンまで飛ばすね。この魔法の回避は大きいですよ。ここが当たってたら後続のソルジャーにやられてゲームオーバーだっただ。魔法の命中は 56% だもんでヒヤヒヤすったね。やっとリベラを加入できました。これでリベラが攻撃を食らったり与えたりすることがなくなるもんで多少攻略しやすいかもな。ところでリベラみたいな聖職者がここに来ているってのはイーリスの政治形態を考えられないでしょうか。すなわちイーリスの王はイーリスの宗教の象徴的立場と考えられます。そうなんかね。現実のイギリス国教会みたいな感じ系。それだとこの戦争の実態はペレジアの遺恨とかじゃなくて宗教戦争だに。そうです。そもそも事の始まりはイギリスの全国王がペレジアの邪教を滅ぼそうとしたことですからね。ただこれだとイギリスはどんな宗教が信仰されているのか現時点では分かっていませんが、ペレジアの方はギムレイ教っていう竜を終末の神とするやつって分かってるけんどな。さて時ターンです。このターン近づいてきたアーチャーがキラーボウを持ってるので厄介です。そんだもんでまた長考してるだ。カットすんね。とりあえず手負いの魔導士を撃破しちゃうだ。最終的な配置は全員を後ろに退避して受ける攻撃を減らすことにしました。それが妥当な判断な気がすんね。この配置の結果地形の都合でルフレがおおよそ攻撃の肩代わりをしてくれます。こんな感じでルフレ側に集中したわけです。レベルアップ。ティアモは今のところバランスよく良成長していて順調です。今はルフレに頼りがちだけんどこの調子ならティアモもエースユニットになってくれるだね。そして今はロンクーでドラゴンナイトを倒したらティアモの回復です。レベルアップ。魔力魔法は魔法系らしくてよかったです。これでリズはレベルカーストだけんど思ったより色々上がらんかったかね。変な成長が多くて幸運は何回も上がった印象があります。この後リズは賢者にしていくつもりなので、そしたら魔法職に仕上がっていくと思います。敵の数もかなり減ってきてあとはソルジャーに対とボスだけだに。今その1体を倒しルフレがもう1体を倒します。気をつけてね。レベルアップ。十分なのでいい意味でノーコメントです。あとはサーリャの攻撃を受けてクロムで説得するに攻撃は当初の作戦通りクロムに向いたからよかっただ。さあこいつえらい自暴自棄になってんね。まあ自分の心情とは違う戦争に駆り出されたらそうなるものでしょう。黒村にあっさり寝返るのも納得できます。しかしサーリャは卑屈な割に悪人を裏切るような大胆な行動できるのはなかなかすごいだね。彼女にとってよほどペレジアの内情が良くなかったのかもしれないですね。あなた例えばイーリスへの恨みのあまり国民がないがしろになっていたとか。確かに冒頭のインバースの兵への制裁とかみたいに一般市民への当たりが強壮大なこの国。さて残るはボスだけになりました。今回のボスは久々にボスチクスった。具体的な方法はボスの武器耐久値を使い切らせその後安全に削っていくという感じでやっていきます。それではその光景をダイジェストでお送りいたします。これで武器を使い切らせました。続いて削り作業です。レベルアップ。魔力ですか。
ドンクちょくちょく魔力上がるけんど、こりゃ変な成長だに。サンダーソードマスターでもなるんかな。しばらく削り続けて。もう経験値が得られんくなっただ。だもんでサーリャにとどめは任すよ。戦闘アニメはオンにしましたか？しょんないだよ。次に設定しようぜ。これにて9章攻略完了です。さて、エメリナを助けるか否かのクライマックスだに。前章とこの章で救出に向けてみんな頑張ってたもんな。どうやらバジーリオが別動隊になってフィレインの救出にすでに向かっていたみたいです。せっかくならフィレイン救出もわしらでやってみたかったけんだね。まあそれはそれとして、ルフレの作戦はフィレインな天馬騎士団によって処刑場からエメリナを助けるものです。しかし不幸にも屍兵が現れ、天馬騎士団は全滅、作戦は失敗してしまいました。こりゃ本当に偶然だっただか。何か屍兵を操れるやつがいて、そいつの石みたいな感じに見えるだよ。ハーダーが怪しい描写もありましたね。現時点では分かりませんが考察の余地はあります。はい、5体以上。ギャンネルの伝道って元から品性のかけらんないけど、ここまでアコギな野郎だと頭にくるね。暗部王とは言ったものですが、威厳がないのに翼王でいられたと思います。ここで究極の選択をしなければなりません。エメリナを犠牲にしてまで炎の台座を守り通すのかというものです。エメリナを助けるべきだろうが、こん状況で現実的な策はねえだよ。投稿者は迷わず犠牲にしないとはしてるけんど、無理な気すんな。どうやって打開するんだというクロムの訴えは非常に切実です。言葉は汚いですが、ギャンネルの言うことも一理あります。話し合いで解決しようとも、相手側にその気がないなら、エメリナの考えは無力なもんだに。エメリナがテレジアの民衆に演説を始めました。憎しみに支配されちゃかんってのはサーリャのこととも重なるとこもあんね。ただ敵国の王と思ってた州にどれだけエメリナの言葉が響くかね。私は無力で愚かでした。クロノ、どうかあなたは。私はクロノ、リズ、みんな愛しています。
結局エメリナは助けられなかっただね。これは残念ですが、彼女は偉大な決断をしました。囚人監視の中で自ら命を絶つことで、この戦いに終止符を打とうとしたわけですから。そういう意味じゃ無責任ってギャンレルが言うのは必ずしも当たらんね。行くぜ。いいぞ。バッチャラ。遺体すら連れていけないのは悲しいです。ともかくここは完全敗北だね。9章はここで終わりますが、この後サーリャについて説明します。引き続きご視聴してくだされば幸いです。さて、作戦会議で説明したようにサーリャは使用可能ユニットです。だもんで例によって縛り内容を考えにゃいかんだよ。サーリャの縛り内容としましては、役職をダークマージ系に限るというものにします。サーリャはダークマージ系に加えアーマー系、アーチャー系になれる剣のそれらを禁止するということだに。これの効果はアーチャー系による技の強化ができないという点にあります。サーリャは本来技の成長が悪いとされてるもんで、アーチャー系で補うことが想定できるだ。それができんとなると他の手段になるだけど、使う魔法を考えるかダブルをするかになってくね。このような縛りでやってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それじゃいつも通りクレジットを流してそいで支援会話をお送りすったよ。最後までぜひ見てな。まずはティアモとベイクの支援 B です。強いてはクロムが迷惑してるだろうからティアモが代わりにベイクと手合わせしてやってただよ。今回はすでにベイクがクロムと手合わせした後の話みたいです。どうやらクロムに負けてきたみてえだな。そこでクロムに勝つには正面からぶつかる以外の方法があるとティアモは教えるだよ。ティアモがベイクの先生になってくれるわけですね。そうね。しょうねえな。悪く思わないで。任せとけ。2組目はロンクーとソワレ B です。シージャー女が苦手なロン君が無理やりソワレと手合わせする羽目になってただ。それでその結果はどうやらロンクーが負けたようです。ロン君が具体的に女と相対した時のことを言ってるだ。体が硬直して力が出せない、かなり重傷です。そうか。戦場じゃ死に物狂いで耐えてるってなかなか難儀だね。なんて女だ。今回はこれにて以上です。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とかいいねとかそのあたりも頼むに。そんじゃまた次回。